どうもこんにちは、北野有奈です。最近久しぶりに韓国や中国、ロシアなど日本以外の場所へ行く機会が続きました。どこも食べ物が美味しくて、街の雰囲気も全然違って、もちろん楽しかったです。でも日本とは違う場所に行くと、逆に日本のことを考える瞬間が結構あるんですよね。あれ、日本ってこんなに静かだったっけとか、あとこれ日本では普通だけどどこでも普通っていうわけではなかったんだとか結構いろいろなことに気づくんです。それでそういう小さな違いに気づいていったらふっと思うんですよ。毎年のように、あるいは年に何度も日本へ来る外国人は、もしかすると有名な観光地や食べ物だけではなくて、こういう日本の日常の居心地に惹かれてるんじゃないかなってそれで実際に日本は外国の人からどれぐらい人気があるんだろうと思って少し調べてみました。2025年に日本を訪れた外国人は約4268万人で、過去最多だったそうです。さらに観光庁の調査では、日本旅行に大変満足または満足と答えた人が合わせて 97.4%、 日本へ必ず来たいまたは来たいと答えた人も合わせて 97.1% でした。 97% ってもうほとんどの人ですよねもうこれはかなりすごい数字だと思います。最近は円安だから外国人が来てるとか、日本は外国人にとって安いから人気なんだとも言われます。もちろんそれも旅行を決めるきっかけの一つだと思います。でも安いっていう理由だけで時間とお金をかけて一度だけではなくて何度も同じ国へ来るでしょうか？何でも戻ってきたくなる理由はそれだけではないと思うんです。では何がそこまで心に残るのか。もちろん答えは一つではないですし、人それぞれだと思います。ただ私は最近日本以外の場所へ行ったことで、日本の当たり前の良さに改めて気づいたことがあります。例えばこの前韓国行った時に感じたことがあります。もちろん韓国全体の話ではなくて、私がその時に行った場所の話なんですけど、街中で車のクラクションがかなり頻繁になっていたんですよ。あ、また鳴った、あ、また鳴ったっていう感じで街を歩いていて、クラクションの音がかなり気になって、私は少し落ち着かないなと思ったんです。でもこれは韓国だけの話ではありません。私の故郷のロシアへ行った時も、バスや電車、お店の中で普通に電話をしている人が結構います。しかも時々スピーカーフォンなんですよ。私はもちろんロシア語わかるので聞こうとしてるわけではないのに、会話の内容が全部聞こえてしまうんです。そうすると人のプライベートの話を勝手に聞いてるようで話してる本人ではなくて、なぜか私の方がちょっと恥ずかしくなるんですよね。でもその場所ではそれが普通なんです。周りの人も特に気にしていません。だからこれは韓国やロシアが悪いとか変だっていう話では全然ありません。そこで私が気づいたのは、向こうがおかしいのではなくて、私が日本の静けさにすっかり慣れていたんだということです。日本では街でクラクションがずっと鳴り続けることはあまりないですし、電車やバスで大きな声で電話をする人も少ないですよね。っていうかほとんどいないです。日本に住んでいるとそれが普通すぎて特別なことだと思わなくなってしまうんですね。これを日本の人に言うと、いやー日本もうるさいよっていう声も聞くんですけど、多分ちょっとうるさい基準が違うんだと思います。日本とは違う場所へ行くと、あ、日本の街って大都会なのにこんなに静かだったんだと改めて感じます。そして考えてみると、この静けさは単に車や電車の仕組みが違うからっていうだけではないと思うんです。自分が出す音で周りの人の空間を邪魔しないようにしようとか、あとみんなで使う場所だからなるべく気持ちよく使おう、そういう感覚を多くの人が自然に共有しているんじゃないでしょうか。私はこれは一つの美意識に近いと思うんです。周りに配慮して行動する方が綺麗で気持ちがいいっていう感覚です。多くの人が少しずつ周りに気を張ることで空気全体が穏やかになる。これはルールを一つ作って、さあじゃあ来週からみんなで始めましょうと言ってすぐに出来上がるものではありませんよね。家庭や学校、地域の中で長い時間をかけて受け継がれてきたものだと思います。
だから海外から来た人は有名な観光地だけではなくて、こういう普通の日常を見て、あ、すごいな、気持ちがいいなと感じるのではないでしょうか。こういう空間って一人の人が欲しいと思っても一人だけで作れるものではありませんからね。たくさんの人が同じような感覚を共有しているから初めて出来上がるものだと思います。そしてこの周りの人やその場を大切にするっていう感覚は、日本人が時々言われるあるイメージにも関係しているように思います。日本人は外国人から閉鎖的だ、外国人と距離を取ると言われることがありますよね。日本の人自身もそう言われることを少し気にしている人がいると思います。でも私は日本に長く暮らしていて、本当にそれほど閉鎖的なのかなと思うことがあります。もしかすると距離の縮め方や開かれ方が少し違うだけじゃないでしょうか。日本の人は場所とタイミングがすごく大切にしているように見えます。電車の中では周りの人に配慮して静かにする。初めて会った人とはいきなり距離を縮めすぎない。でも祭りのように今日はみんなで楽しみましょうっていう場所では一気に人と人の距離が近くなる。私の両親が日本へ来た時、大阪を一緒に歩いていったら、たまたま地域の夏祭りで和太鼓の演奏をしてました。で、私は日本に住んでいるので、少し見慣れていたんですけど、母がそこで立ち止まってもう全然動かなくなったんです。携帯電話を出して多分30分ぐらいずっと撮影していました。演奏が終わるまでは私はもうここからどこにも行きませんみたいな感じでした。私はそれを見て少し面白かったんですけど、同時に私にとっては少し見慣れていた光景でも、日本を訪れた両親にとっては本当に特別な時間なんだなと思いました。しかも高い料金を払って入る特別な施設ではありません。普通に街を歩いていったら、そこに、地域の人たちが大切にしてきた文化が誰にでも開かれていたんです。以前私が青森ねぶた祭りを見て感動したことを動画にした時も、視聴者の皆さんから次は見るだけではなくハンネットとして参加してください、ぜひ一緒に祭りを楽しんでくださいというコメントをたくさんいただきました。これは全然閉鎖的ではないですよね。外国人だから外から見ていてくださいではなくて、せっかく来たんだから一緒に楽しんでくださいと言ってくれるんですね。大きな声ですぐに親しくなることだけが開放的ということではありません。静かに場所を開いて参加したい人を受け入れる。日本にはそういう開かれ方もあるんだと思います。だから少なくとも日本が好きで何度も来ている外国人の中には、日本人のことを単純に閉鎖的だとは思っていない人も多いんじゃないかなと私は思っています。むしろ普段は静かで少し距離を大切にしているけれど、必要な時には人を受け入れてくれる。私たちが大切にしている文化も、よかったらあなたも一緒に楽しんでくださいと開いてくれる。そういう日本ならではの開かれ方も、何度も戻ってきたくなる理由の一つなのかもしれません。そして日本が開かれていると感じるのは人や文化だけではありません。もう一つ、情報に触れる環境もそうだと思います。日本では何か気になることがあった時に自分で検索していろいろなサイトや意見に触れることができます。国によるウェブサイトの遮断や情報へのアクセス制限を日常的に強く意識することもあまりありません。国際的な調査でも日本はインターネットの自由度が比較的高く、ウェブサイトのブロックが少ない国として評価されています。もちろん日本ならネット上の危険が全くないとか、プライバシーについて何も心配しなくていいという意味ではありません。日本国内でも自分の情報や通信を守った方がいい場面はあります。ただ、いろいろな情報へ比較的自由に触れて自分で見て考えられることも、日本にいると普通すぎて気づかない当たり前の一つだと思います。一方で日本の外へ行くと、国や地域によっては普段利用しているサイトやサービスをいつもと同じように使えるとは限りません。それにホテルや空港、カフェなどの Wi-Fi を使う機会も増えます。もちろん日本国内でも公共の Wi-Fi を使う時など VPN が役立つ場面があります。
私は海外へ行く時にはもちろんですが、普段から VPN を使うようにしています。今までの動画でも何度か紹介しているのですが、最近私が使っている VPN についてちょっとだけ紹介させてください。それじゃ一旦 CM です。私は旅先にも必ず PC を持って歩くんですが、空港やホテルなどフリー Wi-Fi を使う場面って意外と多いんですよね。でも公共 Wi-Fi はセキュリティ面が少し心配です。そんな時に役に立つのがサーフシャーク VPN です。ワンタップで接続するだけで通信を暗号化して個人情報や仕事のデータを守ってくれます。さらに海外に行っても日本のサーバーに接続できるので、いつもの環境に近い状態でネットを使うのも便利です。しかもスマホも PC も1アカウントで台数無制限。今なら専用リンクサーフシャーク .com/ノーザンアリオナか、またはプロモコードノーザンアリオナの入力で4ヶ月分追加になります。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、自由に情報へ触れられることも日本にいるとあんまり意識しない当たり前の一つだと感じています。そしてここまで日本の街の静けさや文化の開かれ方、情報に触れる環境について話してきましたけど、ここからが今日私が一番話したかったことです。日本の気持ちのいい日常は何にもしなくても自然に出来上がるというわけではありません。特に街の静けさや公共の場所の居心地の良さは、そこにいる多くの人が少しずつ周りに気を張ることで成り立っています。だから日本を訪れる人が増えて今、来る側もそのことを知る必要があると思います。最近外国人観光客が増えたことでマナーが気になる、以前より暮らしにくくなったっていう声も聞きます。私は外国人ですけど、そう感じる日本の人の気持ちは正直よくわかります。例えば最近は特に道路やお店の入り口に近い場所へ座り込んでる人を見ることがあります。本人には悪気がなくて、その人が育った場所では普通のことなのかもしれません。でも日本では通る人の邪魔にもなりますし、周りの人が不安に感じることもあります。私は日本へ来るならそういうことをやめた方がいいと思います。自分の国では普通だから、悪気はないからだけではなくて、今いる場所の人がどう感じるかを考える必要があります。旅行は景色を見たり美味しいものを食べたりするだけではなくて、その場所の暮らし方や大切にされていることを知ることでもあると思うんです。むしろそういうことを知ることも旅の楽しさの一つですよね。もちろん外国人全員の話ではありません。ルールを守って日本の文化を尊重している人もたくさんいます。問題なのは国籍ではなくて、今いる場所とそこで暮らしている人への敬意があるかどうかなのかなって最近よく思います。日本の人は外国人に対して本当に親切です。多言語の案内を増やしたり、道を教えたり、日本のルールを分かりやすく説明したり、旅行者が困らないようにいろいろな人が頑張ってくれています。それは本当にありがたいことです。でも外国人に分かりやすく伝えることと、外国人の都合に合わせて日本の習慣そのものを変えることは別の話だと思います。私は日本の人が無理をして外国人に合わせ続ける必要はないと思っています。なぜなら私たち外国人が好きになったのは外国人向けに作り変えられた日本ではないからです。日本人が長い時間をかけて作ってきた日本の文化、習慣、秩序、当たり前の日常、それを好きになって日本へ来ているんです。本当に日本を尊敬しているなら、私に合わせて日本を変えてくださいではなくて、私はここへ来たので日本のやり方を少し学びますという方が自然だと思います。もちろん文化は時代とともに変わります。日本は何も変えてはいけない、昔と全く同じでなければいけないっていう話ではありません。外から来た人の都合に合わせるために日本が大切にしてきたものまで手放す必要はないと思います。来る側はその場所の文化やルールを知ろうとする、自分の基準をそのまま持ち込むのではなく、その土地で大切にされていることを尊重する、それが本当の意味で互いを尊重することだと思います。ただ外国人が増えることは大変なことばっかりではありません。日本を本当に好きになった人は日本で感じたものを自分の国へ持ち帰ります。
日本食を紹介する人、日本語を勉強する人、祭りや地域文化について発信する人、日本の職人やものづくりを学ぼうとする人、自分の国で日本に関係するお店や仕事を始める人もいます。これは、外国人が日本を宣伝してくれるから日本にとってお得ですという話ではありません。持ち帰ってるのは料理や商品の形だけではなくて、その背景にある丁寧さや文化、人への配慮に対する尊敬だと思うんです。私の母が大阪の夏祭りで和太鼓をずっと撮影していたように、一人が日本で何かに感動する。そしてその映像や話を家族や友人に見せる。それを見た別の人が日本にこんな文化があるんだと興味を持つ。一人が感じた尊敬がまた別の人へ伝わっていくんです。外国人が増えることで考えなければいけない問題もあります。でも同時に日本への尊敬がいろいろな場所へ広がっているという明るい面もあると思います。一人が感じた尊敬がまた別の一人へ伝わっていくんです。だから大切なのは外国人が来ること自体が良いか悪いかではなくて、どんな気持ちで日本に来てどのように日本と関わるかなんだと感じます。こうして考えると日本の特別さは富士山や京都のような分かりやすくて大きなものだけではないんですよね。街でクラクションがあまりならないこと、電車の中で多くの人が周りに気を張っていること、普通の住宅街や商店街にも季節の祭りがあること、そして外から来た人にも一緒に楽しみましょうと言ってくれること、自由に情報を触れて自分で見て考えられること、そういう小さな当たり前が積み重なって日本の居心地の良さや日本らしさを作っているんだと思います。私も日本に長く暮らしているので、慣れすぎてそれを忘れてしまうことがあります。でも日本とは違う場所へ行った時や初めて日本へ来た家族の反応を見た時に、これは世界中で当たり前ではなかったんだと改めて気づきます。そして最初に紹介した日本旅行に満足した人が 97.4%、 また来たいと答えた人が 97.1% という数字も、こういう小さな当たり前の積み重ねを考えると少し納得できる気がしちゃいます。日本を好きになる理由は人によって違います。食べ物が好きな人もいれば、自然やアニメ、歴史、買い物が好きな人もいます。でもその全ての土台に日本で安心して気持ちよく過ごせる日常があるのかもしれません。私は外国人ですが、日本が好きだからこそ日本が外国人に合わせて別の国のように変わってほしいとは思いません。日本を訪れる人にもなぜ自分は日本を好きになったのか少し考えて、その背景にある文化やここで生活している人たちを尊重してほしいと思います。外国人を遠ざけるのではなく、日本が好きで来る人にはその好きになった理由を大切にしてもらう。そして日本の人たちが長い時間をかけて大切にしてきたものもきちんと尊重される。そういう関係が一番いいのではないでしょうか。最後に皆さんにも聞いてみたいです。外国の方に言われたり、日本とは違う場所へ行ったりして、日本では普通だけど実は普通ではなかったんだと気づいたことがありますか？ぜひ皆さんが気づいた日本の当たり前もコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。パカパカー、またね、バイバイ。